こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして皆さんのお給料から引かれている健康保険料の保険料率が引き下げとなると公表されましたので、その内容について解説をしていきたいと思います。健康保険料の引き下げ、協会憲法になりますけれど、引き下げは実に34年ぶりという形になっておりまして、皆さんの手取りの増加に寄与するものであるかと思います。ただですね、健康保険料の保険料率が引き下げだからといって、では単純に喜べるかというとそうでもない事情もありますので、その内容についても解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、健康保険料率に関しては、社会保険における医療保険制度の内容になりますので、まずは社会保険と医療保険制度について概要を見ていきたいと思います。そして今回発表されました34年ぶりの引き下げということですが、この健康保険の保険料率の推移と今後どうなっていくのかについて見ていきたいと思います。この協会憲法における保険料率の引き下げによって手取りは増えるという形になりますけれど、ただ一方で手取りが減るという法改正、施行もありますので、手取り減の改正についても解説をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは社会保険と医療保険制度ということで、今回の協会憲法における健康保険料率の引き下げというのは医療保険制度に該当します。日本にはですね、社会保険制度として全部で5つ設けられておりまして、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つが広い意味での社会保険と言われております。そしてそのうちの3つにつきまして、年金保険、医療保険、介護保険は狭い意味での社会保険と言われることになっておりまして、そのうちの一つが今回の医療保険の健康保険料率という形になっております。そして日本の医療保険制度につきましては国民皆保険制度というのを採用しておりまして、こちらは誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けられ、窓口での支払い額を低く抑えることができるものとなっておりまして、今現状は多くの方が3割負担ではないかと思います。この医療保険制度に関しましてはですね、大きく社会保険に関しては3つありますけれど、75歳以上の高齢者の方が加入をする後期高齢者医療制度というのがあります。そして75歳未満の方に関しましては、被用者保険か国民健康保険に加入をするという形になっております。被用者保険につきましては、主にサラリーマンの方が加入をするものになっておりまして、その保険料については事業主が半分を負担をするということになっております。そしてこの被用者保険を運用する主体に関しましては、協会憲法と健保組合という形になっております。今現状、協会憲法の加入者ですね、被用者保険の加入者というのは約4000万人と言われております。そして、サラリーマンの方以外の方で75歳未満の方につきましては、多くの方は国民健康保険に加入をするという、75歳未満の方、自営業者、被用者保険以外の方が加入をするのが国民健康保険という形になっております。近年はですね、この国民健康保険の加入者減ってきておりまして、被用者保険への加入者というのが増えてきているという状況になっております。それはですね、社会保険の適用拡大といった部分の、効果もありまして、被用者保険の加入者が増えているという状況です。では、この被用者保険に加入をしていて、協会憲法管轄の方に関しての保険料、健康保険の保険料率は今どのくらいなのかというのを見ていきますけれど、保険料率の推移ですけれど、年々上がってきておりまして、2012年あたりでですね、全体の平均を 10% に維持をするという政策をとっておりまして、それ以降全国平均は 10% で推移をしてきました。この 10% という健康保険の保険料率ですけれど、こちら、一般保険料率、と言いまして、内訳としてはですね、基本保険料と特定保険料の2つに分かれてきているという中。そして全体としては 10% ですけれど、
各保険料の具体的な確定につきましては、都道府県ごとに決定をしているという状況になりますので、今後ですね、各都道府県から具体的な保険料率というのが発表されるという形になっております。どんどん上がってきた健康保険の保険料率ではありますけれど、やはりですね、高齢化社会を受けて保険料率が上がってきた部分もありますが、現役世代への過度な負担を抑制をするためということで、10% 維持という政策が取られてきたわけですけれど、今回、34年ぶりに引き下げという形になっております。一方でですね、被用者保険のうちの、管轄で健康保険組合干渉の部分もあるかと思いますが、健康保険組合に関しましては、令和7年度において、全部で約1400の組合があるんですが、そのうち1000を超える組合ですでに赤字という形になっておりまして、今後ですね、協会憲法の保険料率は下がりますけれど、健康保険組合の保険料率がどうなるのかというのも動向が注目されるかと思います。そして今回ですね、0.1 ポイントの引き下げとなります。この健康保険の保険料率は労使折半になりますので、折半をした結果、今現状約20万円のお給料の方、どのくらい保険料が減るのか、手取りが増えるのかと言いますと、20万円の方でいきますと約100円手取りが増えるという状況になっております。こういった中でですね、保険料率下がることで手取りの増加という形ではありますけれど、一方で手取りが減るというもので、2026年、令和8年4月から始まるのが子ども子育て支援金制度と言われるものになります。マスコミなどではですね、少し周知が弱いということで、あまりまだ知られていないという指摘もされておりますけれど、こちらはもうすでに法改正が終わって、2026年4月からスタートをするもの、すべての世代で、保険料を負担をして少子化対策のための特定財源とするものとなっておりまして、子ども家庭庁によりますと、健康保険組合の被保険者によりますと、1人当たり約550円を負担をしていくという試算が出ております。そして、協会憲法も含めた被用者保険につきましては、一律 0.23% を上乗せをして、こちらを労使折半をして、保険料負担をお願いをするという形になっております。こちらはですね、賞与の場合もかかってくるもの、対象となっているので注意が必要です。そして2026年、令和8年度においては 0.23% ではありますけれど、こちら今後さらに引き上げが予定をされておりまして、2027年につきまして、2028年と2段階で引き上げが予定をされております。それによってですね、少子化対策のための特定財源として、2026年度においては6000億円を確保するという予定になっております。この子ども子育て支援金制度、創設した当初はですね、実質負担ゼロという触れ込みではありましたけれど、今回ですね、健康保険の保険料率の引き下げ、また雇用保険の方も保険料率の引き下げといったところもありまして、そういった部分、そして賃上げも含めて実質負担はゼロということになっております。ではですね、今回のこの子ども子育て支援金制度の保険料負担によって、どのくらい手取りが減るのか、保険料が増えるのかですけれど、だいたい20万円の方でいきますと、全体でですね、230円増えていくという形になって、そのうちの半分を労使で折半という形になっております。今後ですね、どんどん保険料率引き上げられまして、徴収総額としては2027年度に8000億円、2028年度には1兆円の財源を確保するという形になっております。2026年度においてはこの6000億円に合うような形で帳尻が取れているそうですけれど、今後2027年、2028年においてどのように
実質負担ゼロを実現をしていくのかというのも注目されるところではあります。そしてですね、さらに今後ですね、保険料負担をしていなかった人が保険料負担をしなければいけなくなってくるということで、社会保険の適用拡大。以前も別の動画ではご紹介はしておりますけれど、もうすでに確定をしております。そしてですね、社会保険の適用拡大につきましては、一部の事業所、一定の要件を満たした方にはなっておりますが、もともと3つの要件がありまして、賃金の月額88,000円要件というのはもうすでに撤廃が決まっている。時期はまだ未定となっております。そして注目すべきは4番目の51人以上の企業が適用対象というところですが、これにつきましては2027年10月から今現状50人を超える企業ではありますが、35人を超える企業に適用が拡大をして、徐々に適用の範囲が広まっていくという形になっております。こういった形で社会保険の適用によって働き控えというのも出てくるかと思いますので、それをですね、会社が保険料を多めに負担をした場合の支援ということで、被保険者への支援というのも設けられております。こちらはですね、もちろん社会保険料、労使折半ではありますが、事業主が労使折半を超えて、一旦会社が多く負担をしている場合には支援という形になりますので、通常通りの折半の場合はこういった支援は受けられないという形になってきております。そして最後に注意点とまとめですけれど、給与計算ですね。こちら3月分、そして4月納付から新しい保険料率が適用になります。また、子ども子育て支援金につきましては、4月保険料、5月給与天引き分からの支援金負担がスタートという形になりますので、給与計算、少しずれますので注意が必要。そして健康保険につきましては、やはりですね、医療費の増大というのが課題になっておりますけれど、政府は健康の保持増進のための取り組み強化というのも進めておりまして、こちら3年かけて段階的に強化をしていく取り組みをしております。2026年におきましては人間ドックの検診の補助というのがスタートをします。また、生活習慣病につきましても若年者を対象を広げていく。2027年につきましては、被扶養者に対する検診も充実という形で、やはりですね、予防というところに関して力を入れてきているという状況になっております。やはりですね、人手不足になりますので、労働者の方、健康を害して就労できないという状況を避けていきたいと思いますので、企業が率先して健康管理、健康増進への取り組みをしていてですね、健康経営に取り組んでほしいと思います。また今後ストレスチェックというのも始まってきますので、ストレス管理、メンタルヘルスサポートというのも取り組んでほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。